今日のモカツは SD ガンダム BB 戦士制作動画シリーズ。今回は SD 戦国伝武人降臨編徳川家康ガンダムの特別カラーバージョン漆黒の鎧版その1の動画として、まずは武将モードを作りました。キットの開封から。パーツの色分けは黒と濃い茶色、メッキパーツ。2塗装でもそれなりの見栄えはします。パーツとポリキャップ、シールの構成で4つの袋に分けて封入されていました。説明書は基本はナンバー355徳川家康ガンダムのもの、漆黒の鎧版オリジナルで説明書きが1枚、そしてシールが新装されたものが入っていました。組み立ては4ページにわたって記載。可動域が広くパーツの数も多いので細かな記載の説明書きでした。組み立ての様子はここから説明書に沿って記録しています。兜を組み立てます。武将モードが家康本来の姿で、キットの設定では軽装形態はなく、兜を装着した状態が通常でした。漆黒の兜はなかなかかっこいい。頭部、目だけはこのタイミングで先にシールを貼っておきます。シールの貼り付けはピンセットを使って位置を微調整しながら慎重に行います。従来は白の成形カラーパーツだったフェイス、頭部も黒のカラーリングになっています。胴体、胸のパーツは上下左右を間違えないように位置を確認して取り付けます。胴体にはポリキャップを漏れなく組み込んでいきます。胴体と腰部は別組み立てになっているので、稼働がスムーズにいくことができます。刀や軍配を持ってのポージングにバリエーションが出てきます。腕部、腰部、脚部を組み立てました。説明書の順に沿って先にランナーをカットした状態から進めていきます。ランナーからのパーツのカットはタミヤの薄刃ニッパーを使って組み立てを始める前にあらかじめ行って準備をしています。パーツのはめ込み時に固定箇所にはプラモデル用接着剤を流し込み処理しています。使っているのはミスターセメント流し込みタイプです。低粘度の接着剤で樹脂入り、サラサラした液晶タイプです。合わせたパーツ同士の隙間に毛細管現象を利用して流し込み、パーツ同士を強力接着します。合わせ目への流し込みに便利な面相筆が装着されています。このキットは静岡ホビースクエアやプレミアムバンダイで発売されたもので、2023年にプレ版で予約再販されたものをゲットできました。関ヶ原の戦いで着用した勝利を収めたと言われる縁起のいいイメージの漆黒の鎧をまとった徳川家康ガンダムです。お値段は税込み1362円、通常カラーのものは税込み1100円だったので、特別カラーリングで若干お高くなっています。ファーストガンダム大将軍からの派生のキットでした。鎧等のパーツをよく見るとゴールドのラメが入った仕様になっていることがわかります。徳川家康ガンダムは家康公の魂と合体転生した武将ガンダム。豊臣秀吉ガンダムが消えた後、統一された天下を継承します。無駄な戦いはせず天命を待ち続ける家康の本来の姿が武将モード。相葉白石が合体した
徳川家康ガンダム禁断の姿が次回の動画で作る超武将モードです。徳川家康ガンダムは SD 戦国伝現時点での最終シリーズの武人降臨編のキャラクター。刀の鞘を組み立てます。説明書の一部を切り取って作れる上り旗の旗が印刷されていました。こちらは上り旗に金メッキパーツ、シールで留め付けをしていきます。合計5箇所の貼り付けでした。意外と難しい上り旗の製作。これは織田信長ガンダム、豊臣秀吉ガンダムのキットにも付属していた武人降臨編のキャラクターキットおなじみの仕様でした。無塗装の武将モードをフロントビューからリアビューまで。塗装前にミスタースーパークリア艶消しを吹き、下地を作っておきます。ここからは水性アクリル塗料で塗装です。使用したカラーごとにダイジェストにまとめています。まずは下地塗装。主に黒、茶色のカラーパーツで色分けが必要な箇所に下出るカラーのレイヤー、ホワイトスカーを水で溶いて薄めた状態で塗りました。この後の塗装が楽になるので、このベース塗装は意外と重要です。色分けする箇所が明示されるので、気持ち的にも楽になってきます。下出るカラーはミニチュアホビー用の水性塗料でイギリス生まれ。特徴的なミニ容器に入ったマットな質感、粘性高く隠蔽力の強いカラー種の塗料。ベース、レイヤー、シェード、コントラストなど用途に応じて総勢300種以上のカラーバリエーション。使った筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケなどを使って時短させて効率よくペイントをしました。オール筆塗りで仕上げました。面相筆、極細筆ともに基本的には使い切りの安価なものを使っています。とはいえ洗浄して毛先を整えれば数回は使えます。この塗装で用いた塗料はこちら。もともとの徳川家康ガンダムのキットは2010年1月に発売されたもの。金色です。下出るカラーのベース、レトリビューターアーマーです。粘性の高い扱いやすいゴールド。アーマー、刀などにも塗装箇所がありました。BB 戦士の戦国伝シリーズでは欠かせない塗料です。意外と塗装箇所が多かったのが赤。パレホのゲームカラーでブラッディレッドです。鮮やかなレッド。頭部、腕部、脚部、兜、刀の鞘、弓など各所に。パレホはスペインが発祥の高性能水性アクリル塗料。チューブに入った形状で明るい色数も多く、フィギュアの塗装には重用している塗料です。少々塗膜の薄いところがありますが、よく使っているゲームカラーやモデルカラーは隠蔽力の強い塗料も多く扱いやすいです。BB 戦士は1987年に発売開始されたガンダムシリーズのモビールスーツが2、3頭身のキャラクターとして登場してくる、いわゆる SD ガンダムのプラモデルで通算ナンバー400を超えるロングセラーとなりました。 BB の名前はリリース初期の BB 弾発射ギミックに由来しています。刀の刃にシルバー、パレホのゲームカラーを使いました。黒、茶色の成形カラーをそのまま生かすパーツにハケで一気に。下出るカラーのテクニカル、特殊効果が表現できるカラー種にある
マットな質感に変える透明塗料ストームシールドを使いました。粘性の高い塗料なので水で薄めて塗りました。塗装後に全体に吹いている艶消しトップコートよりも先にディティールまで質感を整えられるので、この塗料はプラモデル塗装では多用しています。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを併用しました。塗装に要した時間は約50分でした。色塗り後は水性トップコート艶消しを全体に吹き乾燥させます。塗装し終わったパーツを組み上げていきます。徳川家康は織田信長、豊臣秀吉ら天下人に仕えて人脈と戦力を整え、豊臣家の実権を握った後、征夷大将軍となって徳川幕府の初代将軍となりました。このパートではまず軽装形態からの武将モードを組み立てました。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士 SD 戦国伝武人降臨編のキット徳川家康ガンダムの特別カラー漆黒の鎧版、まずその1の動画として武将モードを作り上げました。次回その2は超武将モードの武装パーツを作ります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。